本日ご紹介するのはこちらの物件。外壁がなんだかおしゃれな城壁みたい。念のため言っておきますが、もちろん今回はお城のご紹介じゃありません。なのでここも馬のつなぎ場ではなく駐輪場。スペースがたくさんあるので余裕を持って止められそうですね。ロック機能もあるので盗まれる心配もなさそう。安心して愛車を任せられますね。玄関はこちらなんですが、やっぱりこの壁を見ながら歩くとまるでお城の横を歩いている気分に。なんだかここだけ世界観が違います。でもご安心を、ここはしっかり日本です。正面を見ればいつもの見慣れた世界。間違いなく日本の街並みですね。でも振り返ると急に世界観が変わります。こちらが玄関。セキュリティも完璧です。そして玄関を抜けるともう別世界です。ファンタジーな世界観に最新式のセキュリティシステム。ちょっと混乱しちゃうかもしれませんね。エントランスはもう高級ホテルのよう。壁には彫刻、床には真っ白な小石。形容するのにおしゃれでは足りません。ここまで来るとマンションじゃなくてやっぱり城内の方がしっくりきます。こちらはリラクゼーションルームにでもつながっていそうな道ですが、行き先はロッカールーム。扉で仕切られているのは防犯上グッド。サイズは大小2つあるためある程度の荷物には対応できますね。来た道を戻り右にはエレベーター。ただのエレベーターなのに重厚感がすごいです。中も当然のような高級感。逆にエレベーターガールやコンシェルジュがいないことに違和感が。それはさすがに言い過ぎかもしれませんが、とても居住施設の設備とは思えません。ここまで来てようやく、ああここマンションだったんだと思えるような廊下と外の景色。ここが異世界だと錯覚してしまった方を正気に戻すエリアとも言えるでしょう。さていよいよお目当てのお部屋です。ファンタジーな世界から現実に戻されたのできっと中も庶民的なんだろうな、そう思われた方、残念。お部屋のコンセプトも幻想的です。濃い色の木目と大理石風の床。玄関からこれでもかと高級感を押し出しています。こちらはシューズクローゼット。高さも奥行きも十分すぎるほどでさまざまな種類の履物を収納できそうです。玄関から上がりまずは右手の部屋です。こちらは水回りとなっていますが広い。これだけの広さがあって洗濯機のスペースも別途確保されている。間取りを考えて洗濯機を買う必要はないかもしれませんね。洗濯機スペースは特段狭いということもなく大抵の洗濯機なら問題なく置けるでしょう。その隣にはさまざまな用途に対応可能な棚。高さの調整もできますのでご家庭の事情に合わせてお使いいただけます。そして洗面台です。正面全面が大きな鏡になっていてほとんど全身鏡のように使えますね。洗面台のデザインは大理石風。シンクも広くて洗いやすそうです。鏡の部分は扉になっており中にはたくさんの棚が。これだけあれば美容グッズの類はここに全て収納できそうですね。もちろんシンクの下にも収納があります。大きな2段の引き出しは高さが違うので用途によって使い分けられそうです。さてお次はお風呂ですね。おお、大理石風の壁、そして高級感あふれる黒い浴槽。圧迫感などみじんも感じない浴室は最高のリラックス空間と言えるでしょう。そしてなんといってもこれ浴室用のテレビです。これは半日お風呂で過ごせるかも。続いては水回りから出て正面、玄関から左手の部屋です。こちらは広々とした難度となっておりますが壁紙の絵といい天井の形といいもっと他にかっこいい名前がついてしかるべき部屋に見えます。見る角度を変えてもその印象に変わりはなくこの部屋をどう使うかは入居されるご家庭次第ですね。でシャンデリアじゃないですか。お部屋の紹介で忘れてましたがそういえばお城みたいな外観のマンションでしたからね。
シャンデリアに度肝を抜かれましたが、お部屋の紹介に戻りましょう。こちらはウォークインクローゼット。開けてみると意外なほどに広く、季節のお洋服を全て収納できそうです。名残惜しいですが難度を出て次のお部屋へ向かいましょう。次はおトイレですね。おしゃれなおトイレです。清潔感以上のおしゃれさを感じます。手洗いがあるというのも地味に嬉しい。水回りが近くにありますが、それでもおトイレで手を洗えるというのは便利ですよね。さて、お次は玄関から上がって正面のお部屋、リビングです。で、広いキッチンスペースを含むとはいえ、この広さは驚きです。ということで、まずはキッチンを見ていきましょうか。やはりこれまでのコンセプトを踏襲した大理石風のキッチン。今度は3口と融通が利く作りになっています。もちろん魚焼きグリルも完備。今度は上段に目を移しまして、換気扇の横には収納スペースがあります。調理器具はもちろんのこと、食器類も収納できそうですね。こちらはシンクの下の収納です。用途ごとに使い分けられるようになっているようですね。奥行きも高さも十分なので、大きなお鍋でも問題なく収納できます。ここでお料理するのがちょっと楽しみになるかも。いや、本当に広い。シャトルランくらいならできるんじゃないでしょうか。で、お、またあなたですか。やはり高級感だけでは形容しきれない、どこかファンタジーなお部屋だと感じますね。間違いなく居住空間ですが、どこか現実離れしている、そう感じます。こんな天窓なんかもありますし、バルコニーですが、こちらも広い。リビングが広いのだから当然ですが、この広さは普通じゃないですね。バルコニーからの景色はやはり現実世界のものです。お城のようなお部屋とのギャップが楽しめるかもしれません。今回の物件はいかがだったでしょうか。現実離れしたファンタジーな外観と内装、まるでお城の一室に住んでいるかのように錯覚してしまう物件だったかと思います。お家はファンタジーなところがいい、そうお考えの方はぜひご入居のご検討を。お城でファンタジーな生活を送りましょう。